ここは都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届け。僕たちって普段格闘ゲームやってるけど、格ゲー以外でも対戦したことってあったりします？でも私は結構バンドのみんなと桃鉄とかマリオカートとか、いいね。そういうの結構します。マスターはリーグオブレジェンズを日々めちゃくちゃやってるもんね。格ゲー友達ともやってますね。素晴らしいですね。僕この間、エーペックスレジェンドっていうのがあって、なんか銃で撃ったりするやつなんだけど、戦ってる人たちが勝手に負けてって、結局何もしないでも3位とかになったから、やっぱ戦いって良くないね。争いは良くない。よく言う。今度いらっしゃいでしょ。いらっしゃいませ。ストリートファイターで活躍するお二人じゃないですか。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今宵のタイトルはストリートファイター5チャンピオンエディション。本日のお客様は10年以上にわたりストリートファイターシリーズのトッププレイヤーとして活躍し続ける MOV 選手。ゲームアーツシェアハウストキワ荘のプロデューサーという一面も。ハメジュンカップ優勝で自ら番組出演権をつかみ取った水葉選手。若手随一の冷静さと分析力を持つプレイヤーです。水葉選手はこの7月ですね、時戸一日店長が企画した若手プレイヤーによるトーナメント第3回ハメジュンカップで見事優勝を果たしまして、番組への出場権を獲得、それが本日ということになります。第3回ハメジュンカップ、時戸選手が主催した第3回ハメジュンカップ、見事優勝を果たした水葉選手に番組からトロフィーを贈呈します。第3回ハメジュンカップ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。すごい。ちゃんとしてる。何これ、ちゃんとしてる。かっこいい。周りから反響とかあったりした？ありがたいことに見てくださった方が、あのギャグやってっていう。君コーヒー派、紅茶派、僕水派。ちょっと慣れてんじゃないか。ぎこちなさちょっと減ってる。ちょっとだけ。ということでね、今回ね水葉さんもそうなんですけど、MOV さんも来ていただいたということでね、MOV さんも完全に初めてはい、どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。で、そしてこのお二人には実はねつながりがあって、お二人ともトキワ荘出身ということでね、僕がありがたいことにやらせていただいてる格闘ゲーマーを集めたシェアハウスなんですけど。格闘ゲーマーだけ入れる家があるんですよね。そうですね。それ始めようと思ったきっかけとかって？僕とかはそのゲームセンター育ちなんですけど、家庭用で集まるような環境にシフトしていかなきゃなと思って、おかげさまでもう7年ぐらい続いてるのかな。後輩って MV さんって大家さんって呼んだ方がいいの？大家とは違う？いやでも大家さんって呼ばれてますね。でそのトキワ荘に住人として住んでいる。そうですね。今年の頭あたりから住ませてもらって、ほとんど常に一緒にゲームやる人がいたりだとか、あと一番いいなって思ったのが、ご飯を基本的に一人で食べることがないんですよ。誰かしらいるんで。なんかちょっといい話。おかげさまでそのトキワ荘からプロになって出てったプレイヤーが今も何人か活躍してくださってるんで。誰います？藤村さんとか。藤村さんこの間来たよ。あと瑛太君とかですね。瑛太さんもなんだ。成功すると出てっちゃうんで寂しいっちゃ寂しいんです。大家さんっぽい。では9月25日にいよいよ始まった国内最高峰の公式チームリーグ戦ストリートファイターリーグプロ JP2020 です。プロライセンスを保有する選手たちによる4人1組のチーム戦。6チームが全10節のリーグ戦を戦い、グランドファイナル進出を目指します。ゲストのお二人は孫選手率いる孫スカーレットのメンバーとして参加。有り余る3つのゲージで指定したキャラクターが使用できなくなるキャラクターバンルールやチーム戦ならではの戦略が重要なポイントとなります。最後は関谷空烈さ。昨年の優勝チーム孫スカーレットはリーグ前半で苦戦を強いられる。
激戦は毎週金曜日11月27日まで続きます。ということで進んでいるんですけれども、リーグ戦の前半、どんな感じでしょうか。なかなかに滑り出しは悪かったですよね。ただ、マゴリーダーが、昨年のチャンピオンチームっていうのもあるんですけど、そういうのを僕らがプレッシャーに感じないようにいろいろお声掛けしていただいてるので、チームメートのメンタルケアじゃないですけど、なんかコミュニケーションを積極的に取ろうとしてくれてるなみたいな。リーダーとしての責任感をすごい感じるよね。多分そのお互いどういう風なプレイヤーとして見てるのかっていうお互いの印象を聞いてみたいんですけど、で研究熱心なんですよ。やっぱり対戦ゲームって負けを受け入れなきゃいけないじゃないですか。ちょっとでも人のせいとかゲームのせいにやっぱりしたくなるんですよ。俺のせいじゃないって思いたくて。でも人のせいにしないんで、水葉くんはすごいですね。すごい。真面目。考えが深い人で、考えが深い人って割と自分なりの意見を持ってる人が多いんですけど、自分なりの意見を持ちつつもやっぱ人の話も聞き入れたりだとか、考えは深いけど考え方広いなみたいな。めっちゃ褒めてる。すごい、初めて言われた。そんなでしょうね。なかなかこんな機会ないとね、言わないし。そうですね、あんまり機会ないですけど、改めてすごいなって思うことが多いなって思いますね。そして、今年のカプコンプロツアーはオンラインの開催へと、形式が変更になりましたね。世界大会の決勝となるカプコンカップ2020の出場をかけた2回目のアジア東の大会が、近づいてきています。お二人に心境を伺っていきたいと思います。最後だからこそ悔いを残したくないなって思ってるんで、やっぱできる限りのことをやってって挑んでいきたいですよね。今回全力集中して燃え尽きていいんだみたいなので、その辺自分でも楽しみにしてますね。ここ最近ってどんな感じで過ごしてるのかなと。カプコンプロツアーの最後の大会が近いので、ご飯食べてトイレ行ってゲームして寝る。練習をイメージ通りイメージ通りしてると。自分で料理作ったりする時もありますけど、得意料理はカレーです。もういい。おお、いい。趣味として自分一応ミニ四駆だったりとかが、そうだ、自粛期間でイエーイっつってミニ四駆に手出しちゃうと帰ってこないなと思ったんで、じゃあもう徹底的に家から出ない、時はそうからはもう出ない。ステイホーム完成してますね。そうですよね。しかも対戦相手もそういう意味ではいますからね。今オンラインもだし、時はそのメンバーもだし。そして前回水葉選手がですね、時戸選手に欲しいものを聞かれて幸せって答えて、みんなちょっと困ったっていうエピソードがあったけど、今欲しいものを改めて聞かれたらなんて答えるんだろう。なくてもいいんですけど、強いて言うなら、なんかチーズを削るやつ。それを時戸さんに言えよ。チーズを削るやつって言えんだよ。なんだそれ。カルボナーラを作るときに、チーズをもう削ったのね。はい、削ろうとしたんですけど、削るやつがなくて、指ですりつぶして作って、美味しくできたんですけど、人に作る時にこの方法は多分まずいだろうなと思って、よろしくないね。はい、なのであった方が便利なのかなっていう。時戸さん、チーズを削るやつを水葉君に大好きお願いします。MOV さん欲しいものって聞かれたら、別にうなぎも6000円するのじゃなくて500円ので幸せカンストしちゃってるから、美味しいからね。これでいいじゃんとか。現状は満足していてって感じですか？本当に満足ですね。それでも大丈夫ですか？プレイヤーとして牙抜かれちゃってません？そうなんですよ。もっとギラギラした方がなんかいいんじゃないですか？でもだからプレイヤーとして活躍するのももっと幸せに感じないといけないなとは考えてるわけですよ。いやでもなんかさ、ちょっとこれさ、今2人の人間の部分が見えたじゃないですか。で格ゲープレイヤーとしてはギラギラしてんの俺知ってるんですよ。だからこの2人やっぱ戦いの場に放り込まなきゃダメです、これは。確かに。なので2人の対決が見たいんですけれども、ストリートファイター5ちゃんと置いてありますよね。もちろん昇竜拳いきましょう。水葉
選手 MOV 選手、そして歌広場を加えての三つどもえ戦。まずははい、それではエキシビションマッチをやっていきたいと思います。まず最初の組み合わせは水葉対歌広場潤という。はい。僕が1回負けて前回1回勝ってこれが3試合目になるんですよ。リードできるというかそういういやもう僕は前回負けてしまってその時に思ったことが、もっと長くじっくりとやりたかったって気持ちがあったんですよ、だから今日の目標は1秒でも長くやることです。まずは水葉選手 VS 歌広場の対戦。ワンピーが水が使うのは降臨ですね。熱くさせてやるぜ。対する歌広場潤のキャラクターは剣ですね。やっぱり一度こう相手に攻め込んだ後のラッシュが非常に強力ですね。まずは歌広場が先手を取る。しゃがみ教育からの粉塵に対して立ち強パンチでクラッシュカウンターを取るのは水葉。少しダメージを返しました。うまくしゃがみジャックパンチで暴れつつここもヒットを確認していきます。水葉が画面の端へと歌広場を追い詰めていく。スタンゲージが溜まっているぞ。これは打撃が通るとスタンまでしっかりとゲージを溜めつつ水葉がコンボを決めていきます。ゲージを温存。投げは抜けるが体力差はいかんともしがたい。うまく無敵技か何かで逆襲したいんですが投げを抜ける位置が入れ替わったぞ。これがどう響くか。前に出て V トリが発動したかったんですけれどもスナイピングキックでカウンターを取ってまずは水葉。目標は50秒。目標は50秒。今51秒まで行きましたからね。1秒長く1秒でも長く生きていたい。それからここはうまく位置を入れ替えてその着地の隙を捉えたのは水葉。そして画面足へと追い込んでいきます。一気に劣勢になったのは歌広場潤。ゲージは3本溜まっている。押し返していきたい。これはヒット確認ができませんでした。それによって大きな隙が生まれた。残る体力は半分。残る時間は71秒。ここはクラッシュカウンター1つ。 V ゲージも溜まっていきます。画面の端へと追い詰めていく。しかしここは透かしかってしゃがみ中キックから V トリガー2アブソリュートゼロを発動したのは水葉。そして歌広場潤もゲージが溜まっています。これで V トリガー発動。まず1つ投げて入れ替えに対して竜巻。お互いゲージが3本溜まっていますから何か当たれば致命打になるぞ。投げしかし暴れている。どうだ。ここはしゃがみ中キックからヒットを確認してクリティカルアーツにつないだ水葉が見事勝利。しかし50秒という目標は達成。10秒以上。はい、勝者水葉。前回よりも手強かったです。ダメですね。焦ったら自分のしか見えてないですから、今度は相手も見つつより長く生きることを目標に頑張ります。はい、ありがとうございました。はい、それではエキシビションマッチ三つどもえ戦の第2組み合わせをやっていきたいと思います。今度は歌広場潤対 MOV。自分歌広場さんにお願いがあるっすよ。何僕の中でジュンジュンはジュンジュンなんで勝ったらジュンジュンって呼ばせてほしいっす。絶対に嫌です。頑張るぜ。まずお願いの時点で呼ばれてるんだよな。確かに。願いは叶うのか。歌広場 VS MOV 選手の対戦。チェン対チュンリーです。チュンリーは非常にリーチの長さと機動力を持ったキャラクターなのでやはり地上の戦いという点ではチュンリーのリーチがこう効いてくるのかなというところですが、まずは MOV 先頭を取りました。非常に特殊なカラーを使っているがジャンプ強パンチで体育技の上から潰すような動き。しかしここは投げを回避し、無敵技が飛び交う非常に激しい乱打戦になっています。波動拳の上抜けてくる低空百裂脚。攻めに対してもう一度ジャンプ強パンチ。これは歌いのがのペースか。まだ出ない。それがどういくか。ここで飛行賞で大逆転。あと1回技を決めれば MOV にゲージはある。ウィルバスター中段ナイスガード。飛行賞さあどうなる。しかし中距離で波動拳を打つのは危険だぞ。ラウンド1は歌広場の勝利と、こ
こでゲーム画面が落ちるアクシデントが。画面が切れた。ついてる。しかしすぐに復帰。そのままラウンド2へ。2ラウンド目。まさかのアクシデントが。インスタグラムとつながらないか。そして投げて返していく。ここまでね対空が潰されるシーンが多かったですから MOV としても少し対空はしづらいか。しかしここはしがみキック確認している。無敵技返す。またしても非常に激しい戦いになっています。走りは止める。しかしつながっていない。これもいった反撃。一気に歌広場順のペースになる投げ。追い詰められて MOV どうする。勝利連覇決めた。勝者歌広場順。ごめん、今びっくりしちゃって。うわ、ドグラさんに次いで2人目です気持ちの強さが伝わってきましたね今日は。気持ちの強さ。どんだけ嫌だったんだろうって悲しくなりながら。嫌じゃない。それではエキシビションマッチ三つどもえ戦最終戦ですね。ここで MOV 選手が勝てば、全員1勝1敗のタイ。そして水葉選手が勝てば2勝で優勝となります。すごい悲しい出来事があったんで水葉君に八つ当たりすることで解決しようかなと思います8つ当たりを受け止めます。優しいやつだ。優しいやつだな。三つどもえ戦はどんな決着を迎えるのか。最後は MOV 選手 VS 水葉選手。 MOV チュンリー、そして 2P が水葉が使うのはコーリンです。始まります。これが三つどもえ戦の最終節、最後の戦いです。リーチに関してはチュンリーの方が長いんですけども、このコーリンというキャラクターはそこにかぶせるように技を打ってカウンターを取りつつダウンを奪ってその後の攻めで倒していくというところが必要になります。やはり開幕からかなり激しい殴り合い。ここで水葉が非常に強力な V トリガーアブソリュートゼロを発動して攻め込んでいきます。投げ抜きを誘うようないい立ちキックからこのダメージ、一気に画面足攻めがついていきますが、しゃがみジャッキックからいい着地、そして気候長につないでいくのは MOV。 気候長も非常に強力ですが、技を奪うしてどうなる。投げ山で値千金入れ替わって2回目の V ここはゲージとラウンドを交換する動きでしたね。 MOV は気候長発動中なので V リバーサルができなかったためにクリティカルアーツでの削りフィニッシュを狙うことができました。水葉決めていきました。おっとこれはミス。そこをしっかりとついていくのは水葉。フラッシュカウンター V ゲージもたまる。そして画面足が近づいてきた。空襲か。上ジャンプ、これは間に合っていないんですけれども水葉の攻めがつながる。 MOV どうする。もう体力が半分以下になっています。ここはうまく対空。しかし投げは抜けるのは水葉。この中距離戦 MOV の V 取りがまた溜まっていますが投げる。水葉のペースか。 MOV どうする。ゲージありますからね。うまく使いたい。きた。立ちこまんちから強勝。逆転の一打となるか。ゲージも全てある。まずは投げて立ちこまんち確認している。うまい。さああと一発そういうところだが入れ替わった。着地を捉えたのは水原。今のが苦しい。出ればというシーンでしたが見事にその隙をついた水葉の勝利。エキシビションマッチ優勝は水葉。おめでとうございます。そうですね、また優勝させていただいて嬉しいです。ありがとうございました。僕が今年出たトーナメントの中でも屈指のきつい戦いだったんでそうだったんだ。また皆さんの前でいいプレーできるように一から出直そうなと思いました。どうしよう、俺すごい今責任感じてるどうしよう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。初級者いつかが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン。今回は藤村先生にいつかの悩みを聞いていただきます。私のこのザンギエフでどう戦ったらいいのかっていうのが強みみたいなのがよく分からなくって、ラシードとか当たった時もなんか反撃しようとするんですけどその私の攻撃が当たらなくて負けるとか。今ラシードの何に困ってるの？
それがわからないんですよね。分かんないね。じゃあどうしようもないわ。難しいですね。まあでもじゃあ困ってるキャラクターっていうことで、はい、ラシード行ってみますか。らしいと。早速 CPU 戦、どんな課題があるのでしょうか。藤村先生からアドバイスをいただきます。コンピューターさんやっぱコンボちゃんとしてくんだよね。しっかりしてるんだよな。ダメ。今のは一体いいですね。そこなのか。でもさすが。おい。すんないもん。いやもうミスんないと思って見てるじゃないですか。これはできるもんね。これはもうミスんない。あんだけ苦労しましたから。練習してるもん。いいよ、先生の前でいいとこ見せてるよ。ああ、なるほどね。ボタンを押すのはやっぱちょっと遅い感じありますよね。ザンギエフってやっぱしゃがみジャックパンチずっと押してれば多分勝てるんで。先生、いつかちゃんプレイ中です。すいません。ラウンド2を落とし CPU 戦はファイナルラウンドへ。ここでいつかがチャンスをつかむ。そしてめちゃくちゃ減ってる。一瞬待ったのいいですね。初めて出た V スキルが。どっちいやー、まさか体力がなくなってから V スキルが飛び出すとはね。ごめんなさい。まずザンギエフって対空がめちゃくちゃ簡単なキャラクターなんですよ。はい。あとやっぱりザンギエフってしゃがみジャックパンチがめちゃくちゃ強いじゃないですか。はい歩いてそれだけやってで飛ばれたらワンボタンで対空するっていうだけでも多分かなり簡単に勝てるようになると思うんで、一回やっぱトレーニングモードとかでこの距離はこの技を打とう、この距離はこの技を打とうっていうのをちゃんと自分の中でまとめてそれを実戦でやってみるといいと思います。はい。わかりました。はい。ありがとうございます。まずは訓練あるのみ。相手との距離に合わせた行動をしっかり身につけ、戦いを組み立てよう。はい、本日も閉店のお時間となりました。いつかちゃんいかがだったでしょうか。はい。もうお二人のいろんな顔が見れて今日はちょっと楽しかったです。本当にありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそ。僕勝ちましたよね。今日僕の勘違いじゃなければ勝ちましたよね。勝ちました。うわー、このテンションで言います。これからジュンジュンって呼んでください。何卒よろしくお願いします。今の一言で救われました。改めてよろしくね、ジュンジュン。言われるとムカつくな。また呼んでいただけてめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。あなたが勝ち取ったんです。ということで、各駅サメジュン、今夜のお客様は MOV 選手と水原選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次週は鉄拳7特集。武選手、のび選手がご来店。お楽しみに。